今回は、パートワークベンチの起動からソリッドの作成までを行っていきます。それではパートワークベンチを起動してみましょう。最初にFreeCADの起動画面より、カラーファイルを選択します。そして、メニューの中よりパートを選びます。すると、このようにワークベンチはパートに変更されます。今回紹介するのは、こちらのソリッドツールバーの操作を説明します。最初に立方体を作成してみましょう。すると、このように 3D ビューに立方体が表示されます。ここでモデルを選択すると、このように立方体が追加されているのがわかります。これを選択すると、下にプロパティリストが表示されます。こちらのプレイスメントに、このオブジェクトの位置が表示されています。ここを展開すると X 軸、Y 軸、Z 軸の値が表示されますので、ここを変更すると、このオブジェクトを移動することができます。今、このオブジェクトの位置は XYZ 軸とも0に設定されています。この画面では、原点の位置がわかりにくいので座標軸を表示してみましょう。メニューより表示、次に座標軸の表示を切り替えを選択します。すると、このように原点に座標軸が表示されます。逆に、現在の座標軸表示を消すには、もう一度メニューより表示、座標軸の表示を切り替えを選択します。すると、このように座標軸は消えます。今回はわかりやすくするために、原点を表示しておきましょう。それでは、プレイスメントの位置項目を変更して、オブジェクトの表示位置を変えてみましょう。X 軸を選択し上向き三角をクリックするとこのように移動します。Y 軸方向にも移動してみましょう。次に、Z 軸方向にも移動します。このように、位置プロパティを変更することによって、オブジェクトを移動することができます。次は、ボックスの大きさを変更してみます。例えば、こちらのレンクス、ウィドス、ハイトを 5mm に変更します。それでは次に円柱のソリッドを追加してみます。このように、円柱は原点に表示されました。高さを変更してみます。今、高さが 10mm になっていますので半分の 5mm に変更します。すると、このように高さが1/2分の1となります。このオブジェクトを移動するには1項目を変更すれば良いのですが、別の方法も行ってみます。この円柱を選択した状態で右クリックするとメニューが表示されますので、その中より変換を選択します。するとこのような矢印が表示されドックして移動することができます。移動の確定は OK を押してこのパネルを閉じてください。その他のソリッドとして、球、三角錐、トーラス、チューブなどを作ることができます。その他のソリッドにプリミティブを作成ツールがあります。これをクリックすると、このように設定パネルが開きます。こちらのドロップダウンリストより、作成したいプリミティブを選択します。こちらの選択肢にはいろいろなオブジェクトがありますが、今回は多角形を選択してみましょう。ここで、画数を5に変更します。そして、高さを 3mm に変更します。表示する場所は、のままの原点としておきます。これで作成ボタンを押し新しいプリミティブが完成しました。こちらの多角柱も動かしておきましょう。選択して変換で移動します。最後はシェイプビルダーを使用してみます。このツールは様々なプリミティブからシェイプを作成することができます。こちらのシェイプ作成パネルでは、シェイプの作成項目を選択して、
3D ビューより頂点やエッジなどを選択した上で、作成ボタンをクリックし決定します。今回はエッジから面を選択します。そして、こちらの円柱のエッジを選択してみましょう。次に平面をチェックして、作成ボタンを押します。最後は閉じて終了です。すると、モデルにフェイスが追加されていることがわかります。ここをクリックすると、このように作成されたソリッドが表示されます。こちらも移動しておきましょう。このようにパートワークベンチではソリッドツールを使用すると簡単に、基本的立体図形などを作成することができます。